皆さん、こんにちは。以前、NHK の辞典の新しい表記法についてお話ししました。最近、その動画について、ある視聴者の方から興味深いコメントをいただきました。そのコメントには、新しい表記法よりも前の表記法の方が良かったと書いてありました。確かに、前の表記法は単語の最初が下がっているか下がっていないかがはっきりと書いてあったので、東京出身以外の人にとっては、その方が良かったのかもしれません。この動画では、辞書でのアクセント表記はどうあるべきかということについてお話しします。まず、このスライドを見てください。2016年以前の辞書のアクセント表記と2016年以降のアクセント表記が全然違いますね。では、新しい表記法が一番良いのかどうか、もう一度じっくりと考えてみましょう。新しい辞書と以前の辞書との大きな違いは、語頭のピッチを表記するかどうかです。まず、古い表記法で語頭のピッチを表記する理由を考えましょう。これには、語頭のピッチのルールを知らなくても、全体のピッチパターンがわかるという利点があります。しかし、欠点として、文中に単語を置いたときに、語頭のピッチが下がらないことがあるのですけれど、そのような変化には対応できません。次に、新しい辞書で語頭のピッチを表記しない理由について考えます。これは、語頭のピッチはルールで決まるので、書く必要がないという考え方ですね。欠点としては、そのルールを知らなければ、ピッチを下げない方がいいのか、下げた方がいいのか、判断ができないことです。では、この2つの欠点を補う解決法を提案します。それは、両方の表記方法を記載するというやり方です。そんなことできるのと思うかもしれません。でも、できるんです。例えば、台湾の中国語の辞書では、2種類の発音表記がされています。また、アメリカ英語の電子辞書では、2種類の発音表記から自分に合った表記法を選ぶことができます。では、例を見ていきましょう。これは台湾で話されている中国語と英語とのバイリンガルディクショナリーです。この辞書を詳しく見ていくと、発音記号に当たるものが2種類あります。左側に書いてあるのは中音符号と言われるものです。そして右側に書かれているのはピン音と呼ばれるものです。つまり2種類の音声記号が1つの辞書に載っているということですね。次にニューオックスフォード・アメリカン・ディクショナリーを見てみましょう。この辞書アプリでは IPA とダイアクリティカルの2つの発音表記のうち自分に合ったものを選ぶことができます。英語母語話者じゃない人は IPA の方がわかりやすいと思います。逆にアメリカ英語の母語話者だったらダイアクリティカルという表記法の方がわかりやすいのかもしれません。ご覧になったらわかるように、この2つの表記法は違いますね。今見てきたように、1つの辞書でも2種類以上の表記法を採用することがあります。では、まとめとして、日本語の辞書の発音表記はどうあるべきかを考えていきたいと思います。まず、複数の表記方法を併記するか、もしくは選択制にするということが必要になるであろうと思われます。次に例文を併記し、単語が文中に入ったときに単語の語頭のピッチが変化する様子を表記することも必要かもしれません。これらの措置は紙の辞書では切り替えが難しいかもしれません。
でも、辞書アプリのように電子化された辞書であれば十分に可能です。辞書を使う人は、母語話者、学習者、言語学者など多種多様です。それらの全員を納得させる表記法は今のところ見当たりません。全員を納得させる表記法がない以上、将来は複数の種類の表記法を混在させることになると思われます。そうすれば、より多くの人が辞書の発音表記に満足するのではないでしょうか。皆さんはどう考えますか？よかったらコメント欄で意見を聞かせてください。